大家好，我是プアル。放った矢は垂直落下。でも斬新だけは半子級。プアルです。どうぞ足元の矢は拾ってお帰りください。ディエンニャン6号です。今回はゲームライズ・オブ・キングダムから弓の新指揮官シャープール1世と始皇帝の紹介です。始皇帝の方はこの動画公開時にはすでにイベントで入手できていますね。これが複雑すぎてこの動画を作るのにとても時間がかかりました。皆さんすでにマックステック覚醒までね育成させている方もいるのではないでしょうか。1対1のデュエルではぶっ壊れの強さを感じないなんて声も聞こえるようですが、本当にそうなのでしょうか。動画の後半で迫りたいと思いますが、まずはシャープール1世から弓のラリー指揮官ですね。 MGE で取れる指揮官です。歴史上唯一現役のローマ皇帝バレリアヌスを捕らえたという功績があるサーサン朝ペルシアの王です。天部は弓向上スキルですね。ではスキルを見てみましょう。スキル1、アクティブスキルサーサーンの移行。ターゲットは単体、そして追加スキルダメージ800が4ターン継続するものです。トータルとしては3200ダメージです。ということでこの世代としてダメージは標準クラス。さらにターゲットが怒り500未満の場合、ターゲットのシールドを2秒間無効にするということですが、特筆すべきポイントはどこでしょう。シールド無効があることですね。今の防衛指揮官はどれもシールド付与が見られるので、相手の怒り数値が発動条件なので、相手のアクティブスキルが出た直後とかね、メインの強力なシールド効果に刺さった時など噛み合えばという条件はあるものの、この効果はとっても強力だと言えるでしょうね。スキル2、ローマ遠征。9兵の行軍速度プラス 20%、 ヒットポイントプラス 20%。 自分の部隊がダメージを受けると 25% の確率で3秒間自分の部隊の攻撃力プラス 30%。この指揮官が集結ラリーを発動した場合、9兵の行軍速度 20% 上昇。これは非ダメージでバフがつくスキル。抽選は全てのダメージが対象で、確率は 25% とそこまで低くないのもいいですね。さらにクールダウンがないので、運が良ければ絶え間なくとまではいかないけど、このバフが付与される機会は多そう。ラリーで足が速くなるのはいいけど補助的な効果かな。スキル3、成果の庇護。スキルダメージを与えると 20% の確率で3秒間命中した部隊の持続的なヒットポイントバフを無効。命中した部隊の与える通常攻撃ダメージをマイナス 20%。 アクティブスキル AS と省略しますが、アクティブスキルが4ターン持続性なので AS1 回転で1回の発動チャンスはありそう。運が良ければ AS1 回転中に複数回発動もありそうだけど、重複と書いてないので上書きされるかは不明ですね。無効にできるバフに持続的とありますが、持続的なバフというのは一定条件で発動する一時的なものを指します。以前の動画でも詳しく触れていますね。気になる方は説明欄にリンクをしておくので、そちらもご覧ください。持続的、継続的と言葉は違いますけども同じ意味合いかなと思います。はい、次はスキル4、ビシャプールの防壁。この指揮官が集結を発動した場合、バフを付与すると 50% の確率で怒り100獲得。3秒間自部隊の与えるスキルダメージ 30% プラス。クールダウンは4秒。この指揮官がバフを付与すると限定しているので、これはスキル2のローマ遠征、この部分が関係するスキルだと思います。 AS1 回転中に1回は発動が期待できそう。天部やグリフなどここら辺の効果が有効だとするともっと頻度が上がるかもね。怒り100獲得にスキルダメージ 30% 上昇とは効果的にはかなりいい効果ですよね。最後はスキル5、
万国覚醒。いや違います。はにゃ、ゲームタイトルになっちゃった。万国基準ね。基準。万国基準。この指揮官が集結を発動した場合、ダメージを与えると 15% の確率で命中した部隊の周囲5部隊に1秒間の追加ダメージ200を与える。クールダウン1秒。集結でない場合は追加ダメージを 15% の確率で命中した部隊の周囲敵1部隊に2秒間の追加ダメージ200を与える。ラリーの場合の効果は確率が 15% と高くはないけど、クールダウン1秒なら毎ターン発動できますが、クールダウンを設定する意味がありますか？はい、その通り。毎ターン発動できるんだけど、わざわざクールダウン1秒と設定する意味は、1秒に発動は1回までと縛るためなんだよね。この表記があるときは、基本的に1ターンにいっぱい抽選できるチャンスがあるって思っていい。いっぱい抽選できるから、運が良ければいっぱい発動できるっていう高確率のチャンスなんだけど、その代わり実際発動するのは1回だけだよっていう意味合いがあるんだよね。なのでスキル説明の文字通り、1ターンに発生する基礎攻撃、スキルダメージ、反撃ダメージも入るのかな。その他発生したダメージのそれぞれが抽選対象になると予想されるので、これはそれなりに期待できそうな予感だよね。ダメージは低いけど AOE なのと毎ターン発動の可能性があるということは結構ポイント高いです。明確に書いてないので気になるのは、ダメージを与えた部隊というのがラリーのターゲットだから防衛部隊ね。ターゲット限定になるのか、AOE や反撃ダメージを与えた部隊一つ一つを指すのかだよね。後者だったらもうワクワクするような強みのある性能なんですが、これはどうなんでしょうね。ラリー出ない場合の効果はどうですか？その場合、抽選条件が追加ダメージに変わるので、抽選の機会はより厳しめです。なのでそこまで恩恵が受けられるスキルでもないかも。ただ夢を語るとするなら、クールダウンがなく効果自体が2ターンの追加ダメージってとこに注目。このスキルの発動条件が追加ダメージだから、もしかして発動した効果にまた発動しちゃうなんていう永久期間のスキルなんじゃないかって思うんだよね。まあ仮にそうだとしても発動確率は低いし微妙なところ。実際はこのスキルでの追加ダメージは抽選に含まないとか裏の制約があるかもしれないし、野戦の効果に関しては期待は薄いスキルかもね。天部です。これで決まりというわけではないですが、参考までにこんな感じ。はい、この指揮官アクティブスキル全てが追加ダメージなので、ほぼ出番がなかった潜在能力に振る選択肢が出てきます。ラリー以外で使う場合、スキル4が使えなくなるし、特に強力なわけでも AOE でもない。なので野戦の運用はおすすめしないです。あえてならスキル5を意識するとアルテミシアのスキル5がね、相性が良さそうだけど、まあ無理があるし、今のバージョンでは出番はないかな。本命はラリーですね。はい、ラリー運用でのペアはアッシュル一択です。現状これで決まりなんだけど、アッシュルのスキル4アッシリア王は直接ダメージがトリガーなんだよね。シャープールのスキルダメージはほぼ追加ダメージなので、スタックはアッシュルのワンオペになっちゃう。気になるのはそこがどの程度影響するかぐらいかな。現バージョンでメタの防衛指揮官ペアはシールド持ちなので、そこに対抗できる指揮官です。運用寿命は不明だけど、シールド無効や未知数の AOE スキルもあり、最前線で弓ラリーを打つ方には必須の指揮官。目的に合う方は優先的に育成しましょう。さて次に移る前に、初めての方もいると思うのでチャンネルのご案内です。
このチャンネルではプアルが注目しているゲームの紹介やレビューフィードバック、実際やってるゲームのプレイ動画などゲームについての発信をしています。いろんなゲームの動画もあります。よかったらぜひ見ていってくださいね。動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もお願いします。さあ続いてはニュータイプ指揮官始皇帝陳始皇、英語圏は QSH かな。インチョン、日本語版も名前の衛星ですね。一昔前なら日本語版でも始皇帝の表記だったと思います。衛星とね表記しても認知度があると踏んだのは漫画キングダムの影響ではないかと思うのは私だけでしょうかね。キングダム偉大です。何をした人かといえば称号通り初めての中華統一という偉業を成し遂げた真の王です。統一後皇帝を初めて名乗った人物ですね。既存の砦をつなげて作ったという世界遺産万里の長城はあまりにも有名でしょう。ではゲームの性能を見てみましょう。天部は弓共通スキルです。これは普通ですがスキルの方にニュータイプを感じます。説明を見ていきましょう。スキル1、アクティブスキル AS ですね。六国一掃とターゲットは単体ということでがっかりしないでください。驚きはここから。発動が怒り消費量1000。ハテナが浮かんだ方もいるでしょうか。既存の仕様は怒り消費であり、怒りが1000溜まったら発動だったんですが、このニュータイプは怒りを1000消費した時点で発動するスキルなんです。なぜこんな仕様になってるんでしょう。それは持っているスキル効果に秘密があります。はい、ティエンニャン、効果の説明をお願いします。アクティブスキルを発動すると不朽の帝王の効果を得る。ほほう。不朽の帝王とはスキル2によるダメージを与えるとその 60% のダメージを敵5部隊対象の AOE にします。複雑、難解ですね。ちょっと何言ってるかわからないと言いたくなりますが、一旦次のスキル2を見てみましょう。スキル2、真の破コード。怒り100、消費で基礎ダメージを直接ダメージに変換する。はい、ここで来ました。怒り消費。基礎ダメージは1ターンに1回発動する攻撃したらターゲットに出る白い数字ですね。今叩かれながら移動している曹操の部隊に出ている数字です。叩いているバーバリアン部隊の方に出ている白い数字は反撃ダメージです。基礎攻撃をしたら反撃ダメージを受ける仕様ですね。お互いに叩き合ったらこの白い数字は基礎攻撃と反撃ダメージの合計が出てますね。定義についてはプレイガイドに書いてあるので読んでみるといいでしょう。来金には不明確や難解な説明があるのでさらに充実してもらえると分かりやすくなりますね。見た目にこだわるのもいいけど触れられてないところの更新とかね、力を注いでもらいたい。話がそれましたが、基礎攻撃、これを直接ダメージに変換するとダメージ係数200と言われています。消費できる怒りがあればこれを毎ターン発動できるんですね。また弓の行軍速度 20% プラス、防御は 30% プラス、弓のみの部隊旧兵染めの場合はプラスヒットポイント 20%、 攻撃以外全ての基礎値が上がるのは優秀ですね。数値も申し分ないです。現在アクティブスキルの回転は最速で7ターンくらいなので合計1400ダメージになります。さあ怒り消費での攻撃が分かったところでスキル1の説明に戻ります。どんな効果だったかというと、スキル2の真の破コードのダメージを与えると周りの敵5部隊に120のダメージを与える効果だということで、簡単に言うと10秒の間スキル2を当てるとおまけで AOE ダメージが出るよという効果ですね。1ターンに120ダメージ、だいたい最速の AS サイクルは7ターンぐらいなのでダメージにすると840程度になります。リリスからは装備とかがない状態でもだいたい10ターン程度でアクティブスキルは発動できるという回答だったので、一度発動したら怒りが続く限り常時 AOE の追加ダメージが出ると思っていいでしょうね。
この発動の仕組みはかなり斬新な改革です。さあスキル3を見てみましょう。スキル3、神官の雷鳴。これはマップ上にいる場合、建物を離れた10秒後に発動するもので、戦闘開始時8秒間不朽の帝王の効果を獲得するということで、アクティブスキルで獲得できるおまけの AOE 効果を戦闘開始時に発動できるという効果ですね。発動してから実際の効果が出るのは2ターン目からですが、かなりヤバめのスキル。ちょっとややこしいですが、スキル2のダメージまたは不朽の帝王の効果、先ほどね説明したスキル2で派生する AOE のねダメージ効果ですね。これが命中すると怒り20を消費して直接ダメージ200を与え、怒り10を奪うという効果です。消費できる怒りが溜まっていればという条件付きですが、さらに AOE ダメージと怒りダッシュの効果が入るというラッシュでね、敵が複数いるならもう赤いダメージ表記がフィーバーですわ。ダメージは200。一旦にダメージが複数入るときは3回目以降がダメージ減少ありということですが、これは誤解であればコメントで訂正しますが、スキル2と不朽の帝王が被るターゲットにはどちらか一方に反応する形みたいです。なので今のところメインターゲットにはスキル2で1回、不朽の帝王の効果が出ている場合はそちらで巻き込んでいる部隊に200ダメージで、5部隊目まではダメージが入るという認識でいいのかな。言葉だけではなかなかイメージしづらいところもあるので、後でね関連図なんかを入れながらまた説明していきたいと思います。このスキル直前で内容の改定があったみたいですね。はい、自分の城を離れた10秒後という条件が建物を離れた10秒後に変わったという経緯がありました。これでできなくなったことは、他のプレイヤーの城や旗にこもって即ツンツンっていうのができなくなったことかな。ツンツンとは何でしょう？はい、ここで説明しておきましょう。ツンツンっていうのは他にもね、白ツンとかひょっこりはんとかね、いろんな呼ばれ方がしてますが、自分の軍のオブジェクトから近い敵に対してちょっとね叩いてから相手の AS が出る前にこちらのアクティブスキルね AS だけ与えてすぐオブジェクトに入ってしまうっていう戦法なんですね。劣勢で味方の城エリアまでね囲まれてる時なんか AOE だけを当てて一方的に当ててそのまま引っ込んじゃうので、基本的にトレードは良くなるんだよね。でも対局にはほぼ影響しないし、1回に取れる撃破は少ないんだけど、劣勢でどうしようもない時とかにもね遊べる手段の一つです。ツンツン白ツンの説明は以上で、改定でやりづらくはなったけどこの戦法の相性は悪くないはず。一つ注意したいとこなんだけど、この指揮官最終ポイントに入って戦ってしまうと不朽の帝王の効果が発動されずに攻撃が AOE にはならないんです。発動条件のマップ上にいる場合という定義は防衛状態と最終ポイント内を除くその他全ての場合とされています。なので QSH 衛星の場合は基本的に最終ポイント内では戦わないとした方が良さそうですね。戦闘中60秒経つとこの効果が発動して自動的に再度不朽の帝王の効果が得られるのかという質問をいただきました。それは結論から言うと違います。どれだけ時間が経過しても1戦闘中にこのスキルで2回3回と不朽の帝王の効果は得られません。60秒で再発動という縛りは戦闘中に60秒以上経過していたらあくまで次に始まる戦闘で即このスキルが発動し AOE になるということです。逆に10秒とか短い戦闘で終わってしまった場合、残り50秒間は次の戦闘に入ってもこの不朽の帝王の効果は発動しないから注意ね。混戦ならそんなカウントもできないと思うけど、そういう仕様です。スキル4、万里不落。野戦部隊を攻撃する場合、開始時怒り、
500獲得する。自部隊の受ける通常攻撃ダメージマイナス 10%、 直接銃撃連撃ダメージ300以上を受けた場合、1回につき怒り40消費でそのダメージを 40% カット。メタ野戦で299以下のものだと、レジェンドであればヘルマンのマインドブレイクや竜鉄の連撃、ゴンサロのスキル3ぐらいなもので、ほとんどのものが該当します。1部隊からの攻撃は1ターンに1回の制約なので、多段の連撃とかは初段のみの有効になるかな。怒り240あれば最大6部隊からの同時攻撃をそれぞれ発動できる計算になります。スキル回転とダメージ軽減を兼ね備えたスキルであり、怒りさえあればまあ優秀。通常ダメージ 10% カットも助かる上、戦闘開始時怒り500獲得という効果でももうぶっ壊れなスキル認定確定です。ただし一つ注意したいところは、怒り500になった状態で戦闘開始できるわけではないんですね。分かりづらいけど、怒り500が入るタイミングは1ターン目の行動が終わる直前なんですね。どんな影響があるんでしょう。これがとっても重要で、怒りが0で戦闘に入ると1ターン目はスキル2の真の破コードが打てないんです。これは単純にダメージが取れないだけでなくて、怒り消費が一旦遅れるので、最初の AS の回転が遅れることになり、序盤での DPS 勝負に少し不安が出る傾向があります。スキル5、伝国寺の権威。これはスキル3の強化ですね。普及の帝王の効果が10秒持続になるので AS と全く同じになります。さらにスキル2またはスキル2の AOE 版が命中すると怒り25を消費して直接ダメージ250、怒りは15を奪うということになるので、怒り消費が5、ダメージは50、奪う怒りは5とそれぞれ増加しています。さあここまで見てきましたが、強くて面白いスキルですが、まあ複雑ですよね。ほんと発動付与、関連発動などかなり複雑に見えるので、おさらいとしてイメージ図を使って見ていきましょう。後半から数字が出てきますので、数字アレルギーの方は覚悟するか聞き流してください。うちも頭が痛くなっちゃったので、もし解釈や数値が間違っていましたらコメントなどで優しく教えてくださいね。では発動するスキルの関連図から、最初は A1 部隊ですね。これに対し基礎攻撃をしますが、怒り100があれば S2 スキル2ですねが出て単体スキルダメージに変わります。別パターン1、オブジェクトを出て10秒経たずに戦闘に入ったなど普及の帝王が発動していない場合です。スキル3やマックステック、覚醒で伝国寺の権威がある場合は怒り25消費できればスキル2真の破コードのダメージで派生するダメージと怒りダッシュが発動します。別パターン2、普及の帝王が発動した場合、これが基本の流れです。敵が A、B2 部隊と想定すると A をターゲットに戦闘開始2ターン目にスキル2真の破コードが発動。このダメージにより発動した普及の帝王の効果で B にダメージが入ります。このレポートを見ると A には普及の帝王の効果でダメージが入っていないみたいなので、周囲5部隊という説明はターゲットを除いて周囲5部隊と見るのだと解釈しました。そして S2 と普及の帝王のダメージそれぞれに派生し、スキル5の伝国寺の権威が発動する。これが派生する主な攻撃スキルの流れですね。そしてこれが6部隊いた場合、矢印だらけになりましたが、普及の帝王とスキル5が AOE となって巻き込むということですね。ここでもニュータイプぶりが分かりますが、単体ターゲットをメインダメージとしつつ、そこに派生で周りにもしっかりとしたダメージを与える指揮官です。さて、出るダメージはこんな感じです。トータルの直接ダメージは以下の通り。単体ターン1、これは戦闘開始時ではなくて単純に一旦換算の数値です。A 単体には450ダメージ、
敵が複数いた場合は AOE620 を含んでざっくりと820ダメージを出すということですね。7ターン6ターン初回 AS ブレがあるとは思いますが、おおむね各挙兵など大体一般的な最速初速の発動ターンです。衛星は基本1ターン目にスキル2が発動しないので、実際のダメージ換算は6ターン分です。以降カッコ内がね1ターンずれてるのはそういう意味合いがあります。敵 A 単体の場合ですね。その場合は2700ダメージ。敵複数の場合は A メインターゲットに2700、そして周り AOE に2200ダメージということで、ダメージがそれぞればらけてはいるけど、数字だけ見るとどちらも諸活量を上回ってますね。これはいい感じ。5ターンこれが白ツンの一方的に叩いてオブジェクトに戻れば AS の反撃なしのラインです。敵単体が1800、敵複数の場合は A に1800、AOE で1480。これは待ち時間とか労力も考えると他の指揮官でもいい気がするけど、巻き込むなら状況によっては悪くもないかもね。6ターン目このターンが AS2 巡目以降の一般的な最速ターンです。敵単体の場合は2250、敵複数の場合は2250に AOE で1850。これを見ると若干数字が落ち着きましたね。各挙兵はこのターンで2700のダメージを出すので、これはかなり差が出ますよね。さらに10ターンこのターンが敵1部隊に対して始皇帝が最初に AS を発動するターンです。これは驚きの遅さですよね。このターンには敵の副将の AS も発動しているので、当然ダメージ負けをしてます。複数の部隊を巻き込む派生攻撃に AS の回転を上げる役割があるので、単体の相手だとこうなります。1対1で始皇帝の成績が悪いのはこのせいですね。いや始皇帝衛星そんな強くないじゃん。いらない指揮官だねこれ。そう判断する必要はありません。実装直後の今、実戦で好成績を収めています。控えめに言ってもぶっ壊れ性能です。なぜこうも食い違うのかといえば、実戦は複数部隊戦がメインなんですよね。このことで始皇帝の AS 発動ターンが一気に縮まり、改めて図の怒り消費を見てもらうとわかるけど、毎ターンの怒り消費は250、スキル4の発動があれば各40、消費する怒りがあればという条件付きにはなるけど、最速はこの4ターンサイクルになるからぶっ壊れということで、 QSH 衛星自体のダメージに加え、恐ろしいことは6ターンサイクルで副将の AS が回ってくるのよ。こりゃえぐいでしょ。詳しい数値を見ることなく DPS がレベチだよね。敵3部隊いれば初回 AS は7ターンから8ターンくらいのスピードは出るし、2巡目以降の発動は5ターンから6ターンを維持できるのは本当に強いです。とにかくダメージを出すのに一つ一つに怒りが必要なので、どれだけ1ターンに怒りが溜まっているかが重要になってくるでしょう。1ターンに獲得できる怒りの量についての表です。開始時500が一度だけ入り、毎ターン確実に入ってくるのは、これは公式は非公開ですが、基礎100程度が入ってくると言われています。そして基礎攻撃9入ってくる天部が2つで18、合計123ですね。これにプラスアルファ、憤怒の角のランダム要素や、またあれば支援バフなどですが、基本は123程度だと思っていいでしょう。出費は1ターンに125、スキル4でプラス40以上のチャンスもありますが、払える怒りがあるかは不確定です。なので1対1は AS を打つのに10ターンほどかかるんですね。アクティブスキル発動後はもっと増えて安定はしますが、消費する怒りはそこまで増えないので、既存の回転率に落ち着きます。一方、攻撃対象が増えると一気に獲得する怒りが増えます。それと同時に消費する怒りも増えるので、初回の AS 発動も早くなります。アクティブスキル発動後は怒りが増える要素があるので、毎ターン250消費できるほどの勢いで溜まっていき、敵の数やスキル4の発動によっては最速4ターンでの回転率を可能にします。
こうなったニュータイプはもうキラキラが見えちゃって別次元にいますよね。常人には追いつけません。初速は遅いけど単純な集団戦ではそのぶっ壊れっぷりが見られるというわけですね。こちらが参考天部です。QSH 衛星は怒り上昇系とスキルダメージ上昇系は必須ですね。ただ憤怒の角を装備して3、4部隊以上を相手にするという条件であれば野生覚醒忍耐心なしの弓振り版で OK です。こちらは副将が諸葛亮ならば安定してアクティブスキルの4ターンサイクルを出せるのでダメージアップにつながるでしょう。 YSG でも4ターン出る時もあるんだけど6ターンサイクルになったり結構ブレるんだよね。常に最速の安定はしないので個人的にはスキル振り版をおすすめします。軍機は現状スキル一択、発動するのは直接ダメージでスキルダメージだし副将もスキルしかいないわけですからスキルのくさび型陣形ですね。現環境では素直にスキルを上げるのがいいでしょう。ペアです。総合的に考えると一番おすすめなのは諸葛亮でしょう。諸葛亮はアクティブスキル発動時最大240の怒り獲得ができるので最速スキル回転を安定させます。あなたが弓2部隊を考えているとすれば諸葛亮ヘルマンアルミニウスは崩したくないので選択は YSG になります。スキル 50% アップと基礎攻撃時 10% の確率で怒り100獲得はもう現状ベスト。この人しか思い当たらない。今後怒りがどんどん溜まるとかそういう新指揮官が出れば相性がいいんだけど今のところ YSG がよく諸葛亮と比較してもそこまで引けを取らない活躍が期待できます。シャザルも良さそうに見えますがこちらの被害を増やして居残る戦法になります。諸葛亮 YSG に比べ副将のアクティブスキル回転による撃破数が見込めないので第一候補として進められるペアではないでしょう。全滅まで戦う1対1のデュエルとかで使うなら使ってもいいかもしれません。ここで重要な注意があります。 QSH 衛星は副将で使ってはいけません。それは主将で使うとメリットがあるスキル4があるからですか？いや違います。なぜなら既存の指揮官が主将だとアクティブスキルの発動に必要な怒りが全然たまらず主将のアクティブスキルを封印した状態で戦うことになるからです。降雨のように怒りが850で打てる指揮官でも稀に出る程度になるので完全に縛りプレイです。ご注意ください。というわけでここまで見てきましたが歩兵の銃撃、騎馬の連撃に続いて騎兵の速射とも言うべき怒り消費で基礎攻撃ダメージをスキルダメージに変換する攻撃と怒り消費量でアクティブスキルを発動するスタイル、これを今後主流にしていくのでしょうか。新しい流れを感じますがしかし弓って毒だったり芯のダメージだったりいろんなスタイルが出てくるチャレンジングな兵種だから今回のスタイルが定着するのか今回限りなのかもうよく分かりませんがとにかく面白い兵種ですよね。限定的に苦手な状況や発動条件の癖なんかがあるけど野戦でのメタは QSH 衛星に引き継がれたということでいいと思います。私は衛星を覚醒して弓2部隊に切り替えたい気持ちにもなりますが皆さんはいかがだったでしょうか。前々回の巣部隊から前回の徳川家康登場まで約8週間だったので最近は早いサイクルで新指揮官が登場しています。今回も7月14日の MGE でシャープールも実装される予定です。弓ラリーは実用的なので第一線でバンバン打たれてますからさらに強化された実力に期待したいですね。というわけで長時間ご視聴ありがとうです。来金以外の動画も上げています。概要にリンクを貼っておきますのでよかったら見ていってくださいね。動画が良かった、参考になったと思いましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。動画の感想もぜひお聞かせください。また質問などもお気軽にコメントしてくださいね。今更聞けないこととか何でもいいです。答えられない質問とかはノーコメントになっちゃいますけどいただいたコメントは目を通していますのでよろしくお願いします。ではではおつぷはまたです。